せーのせーの。あららら、動いてく動いてく。はい、TBR のタケです。前回はエンジンスタンドを装着したので、本日が 13B のエンジンバラシスタートです。今日はテキパキいきますよ。バラすにはまずこのビッグナット 54mm、 それとエンジン前側の 19mm を外していきたいんです。そのためにはこちらの一生使うか使わないかの工具が必要になりました。これです。また出費です。これがないとロータリーをばらすことができません。そして他の方の動画を見ていると、なんとレンチがポキッと折れているじゃないですか。おお、レンチの差し込み口って折れるんだと変に感動しました。これはどう見たって2分の1じゃないよね。これ2分の1よりもっと太い。太いよね。これが2分の1やもんね。これが、こんだけ違うもんね。まずフライホイールが一緒に回らないように自作ステーで固定しました。こんな感じです。とりあえず車の前側の 19mm から外していきます。これが 19mm です。これも差し込み口がでっかい。おお、いるんだ。笑いがキモい。見ました。問題はそっちじゃなくて反対側なんですよね。初心者はゆっくり外します。何が飛び出してくるか分かりませんからね。ちなみに覗いてみただけです。では問題のビッグナットフライホイール側の 54mm いきます。おおならやめろよ。あららら、動いてく動いてく。ちょっとあれやな。もう一回もう一回。こっちよ。せーの。あ、ダメだ。こうなったら秘密兵器いきます。フォークリフトの爪にエンジンを縛り付けます。相棒の考えです。なかなか頭いい。では行きます。はい、ありがとうございました。折れずによかったです。ではこのビッグナットを少し緩めておきます。こんな感じでナットを浮かせておきます。ハンマーで叩いて衝撃でフライホイールを外そうと思いましたが、あんなに硬く締まっているので無理だと思い、正統派らしく特殊工具でフライホイールを抜きたいと思います。ちなみにフライホイールのこの穴に工具のボルトを入れています。はい、フライホイールを固定するのを忘れてました。先ほどの固定ステーつけます。つけました。回します。硬いです。びっくりするやろ。びっくりしてコーヒーこぼしませんでした？それはないですね。すごい。こんなに曲がるくらい。相棒もサービス精神というものがようやく分かってきました。ではフライホイール抜きます。何が出るかなと言って整備書見たから分かるんですけどね。よっ、お、取れた。汚ね。取れました。ではミッション側からエンジン前側に向きを変えました。まず見てほしいのはここです。オイルパンを外したこのエンジンの底面です。ここで私は初めてロータリーというエンジンが少し理解できました。少しですよ。このエンジン底面を正面から見てみましょう。少しオイルまみれの底面です。上側が車体の前側で、下がミッション側です。
ここにギアのように見えるのがオイルを組み上げているオイルポンプです。何やらパーツによってアルミ色の部分と鉄の色の部分で色が違って見えますよね。この赤い線の部分が境目なんです。ここも境目です。ロータリーはレシプロエンジンのブロックと違い6分割で分かれるんです。なんとなく形が分かります。では作業に戻ります。先ほどの緩んだって言っていた 19mm のボルトです。エンジンの前側ね。おいおい、スプリングあったやろ。はい、気づきました。奥にありました。初めてのロータリーなので確実に行きます。これがエンジンの背骨、エキセントリックシャフトの先端ですね。ようやく見えました。今は先ほどの6分割に分かれている1つ目の部品、フロントカバーを外しています。ボルト外しは早送りでいきます。フロントカバーのオイルシールは後でゆっくり外します。それにしてもオイルのにじみも一つもありません。オイルシール優秀です。ではボルト全部外しました。フロントカバー外します。お、取れた。赤。うわ、何これ。オイルの塊でした。オイルポンプのスプロケットのワッシャーがかしめてあるので、マイナスドライバーでかしめを解除します。ほとんどの車はクランクシャフトの近くにオイルポンプがあります。オイルポンプドライブギアです。整備書では両方を持ってチェーンがかかったまま抜き取ると記載されています。なんでよ、取れてんの。きちんと守っております。お、取れた。これがオイルポンプです。異様な形の半円形です。バランスウェイトです。バランスウェイトがない方がバランスいいと思いますが、なぜでしょう。そこは調べるとしてプレートのボルトを外していきます。少し整備書の記載が違っているので、新たに左上にイラストを出しておきます。赤く塗ってあるプレートの6本のボルトです。ニードルというワッシャーみたい皿を外します。オイルで手が滑ります。ではプレートを抜きます。びっくりするな。次はもう一つ皿みたいプレートです。残りの2つのパーツはバリやマイナスドライバーを使うと傷がつきそうなので、最後にエンジンを反対にしてから押して外します。ちょっとオイルポンプだけ外しておきます。この時点ではオイルがどのように流れるかは分かりません。最後はフロントハウジングについているガスケットを外しておきます。ではエンジンを反対側にします。今度はミッション側ね。まずステーショナリギアのボルトを外していきます。ということはステーショナリギアは前も後ろもついているということです。はい、6本全部外しました。ボルトを外しても外れる気配はありません。クラッチディスクの粉、ホコリ、粉塵の塊かもしれんね。とりあえずオイルシール外します。オイルシールは交換しますからね。まるでおっかなびっくりです。少しこづいてみます。初めてなので荒っぽいことができません。無理はやめときます。まあこれぐらいで許しておくか。では
18本のテンションボルトを外す準備をします。このボルトは30センチぐらいあるそうです。5つのハウジングをまとめて留めてある感じですね。外すときは外側から内側に対角線上に外していきます。だいぶ昔のことを思い出してきました。そう言ってもエンジンの腰上しかばらしてませんけどね。なんて俺は正直なんだろう。あ、腰上はエンジンのヘッドガスケットより上のことですよ。腰下はクランクやコンロッドがあるところです。人間で言えばへそ上へそ下、こんな感じですかね。ではボルトに番号を書いて外して保管します。上から見てこんな感じ。そんなことよりもそれどころじゃない。ストップ。こいつが犯人でした。これ外さないとリアハウジング外れません。このキーみたいやつです。これを外せばステーショナリギアつけたままでも外れると思います。バリで乱暴なことしなくてよかった。助かった。ではテンションボルト抜いていきます。ほら長いですよね。合計18本あります。ではリアハウジング、相棒がプラスチックハンマーでしばきます。何ミリか隙間が見えてきました。はい、隙間がどんどん開いてきました。もうそろそろです。ああ、戻った。もう一回初めからです。もうそろそろいいんじゃね。もう少しでご対面です。さっきの縦キー外したから大丈夫です。抜けます。取れた。ご対面。愛しの三角形です。皆さんちょっとこれ見てください。リアハウジングの内壁にオイルシールとサイドシールがくっついているじゃないですか。この時点でやべえって思いました。サイドシールを静かに戻します。開いた時にパーツが飛び出すのってあんまり気持ちいいもんじゃないです。精神的に良くないです。だってあれこれどこについてたっけってなりますもんね。お次はローターがある部屋だからローターハウジング。おお、感激。出てきた出てきた。うわー、すごい。初めて生で見るから感激しております。綺麗だな。ハウジングをゆっくり持ち上げてもオイルシールは外れると思います。あ、なんかこれ取れた。はい、今度は小さいパーツが落ちています。これか。こういうの取れそう。こんなの困るな。徹底的にパーツは後で調べ上げます。ここからはライブだと思って見守ってください。ローターの重さ約 4,5 キロ、エンジン全部で120キロだから1つのハウジング約18キロ。だいたい持った感じですよ。取れた。取れた。重て。お米の袋が30キロなので持ってみた感じですよ。何をしたいのよ。持ったまま理解できない動きです。でも動きは可愛い。あともう少しです。エキセントリックシャフト抜きます。抜けた。衝撃与えます。あと一踏ん張り。頑張れ。取れた。はい、ご苦労さん。18本のボルトを外してあるのでほとんどシール材とゴムの粘着力だけでくっついている感じです。取れた。
ローターは傾けませんよ。そのまんま入れると。向きはそのままです。傾けようもんなら細かい部品が落ちていきそうです。ではエンジンの分解が終わったので、全パーツをテーブルに並べてみました。動画の前半頃にオイルパンを外してエンジンの下から見た映像ありましたよね。アルミ色の部分、鉄の色をした部分、2種類ありましたよね。ローターハウジングのこの面が見えていたんです。模様みたいになっていますよね。ここです。それからストップ、ここです。これが後で外すって言っていたステーショナリギア、ミッション側です。バリを使わず押し出して外しました。では次回はパーツの清掃から始めていきます。ほら、ローターなんかカーボンが溜まって黒いですよね。あとハウジングの内壁チェックや点検などすることがたくさんあります。あと購入したエンジンの部品の紹介もしていこうと思います。わかりやすいようにこんなイラストもただいま制作中です。ロータリーをよりわかりやすく紹介したいと思います。初心者の説明は丁寧ですからね。説明できるかな？視聴者様の方にはこの動画見た方がいいですよとか心配していただきました。チェックしましたよ。ロータリーエンジンの動画の先輩の皆様、特にデイリーライフさん、おかげでバラしてみようという気持ちになりました。ありがとうございました。では次回もロータリーエンジン組み立て編よろしくお願いします。ではさようなら。汚い。ローターはカーボンのすすだらけ。